この場に呼ばれた意味は理解しているかね。また、負けたそうだね。いくら FRP が安価な素材だとはいえ、我々の資金は無限ではないのだよ。一本の動画に労力もかけすぎておるだろう。月に一本すら出ないとは、論外だ。問題ない。これも計画通りだ。君の計画とやらは、積んでストックするだけのものかね。このアップペースでは企画書は、たまる一方だろう。アバンテ兄弟へ。爆走兄弟だ。どっち男性など。ダッシュ4クロだ。ぐぬぬぬぬー。ともかくその計画とやらを、急ぎたまえ。レーザーミニ四駆の歴史が、修正されようとしている昨今、我々にも猶予などないのだぞ。コンテンツは移り変わりゆく、ものだ。新しい風が吹かないのなら、より多くの風が必要なのだよ。わかるかね？いい気なものだ。聞いているのかね？我々。まあ、待ちたまえ。前回の君の手たらくを、見かねて委員会は、かの者に再び協力を、依頼した。君には新しいギミックを提供する。ありがたく使いたまえ。これは？データは、直接送る。とにかくこれで結果を出したまえ。時計の針はもう戻らない。門はすでに開かれたのだ。ふむ、新しいギミックか。熱心なことだ。彼らも敵ではないよ。そうだな。同じコンテンツの同士か。しかし、これで勝てるのか？問題ない。すべて計画通りだ。時計の針は戻せなくても、積んだ時間は我々を裏切らない。だと。良いのだがな。ピンポーン。見れる人は高画質で、見てね。こんにちは。見たいものを作る企画、主任の僕です。こんにちは。通りすがりの助手 F1 です。前回はガンダムで、今回はエヴァネタですか。ほんとこういうの好きですね。そりゃあこの2つを嫌いなやつを探す方が難しいよ。まあ何よりもやってて楽しいし。また無駄な労力なのでは？無駄なもんか。必要なんだよ。まあちょっとあのシーン作るのに2週間ほど余分にかかっただけだよ。おい。ほんと楽しそうだなこの人は。主任さん、マジで労力の配分考えましょうよ。はいはい、わかりました。善処しますよ。あ、絶対何もしないやつだこれ。で、あの茶番のどこまで本当なんですか？ギミックは本物だよ。え、そうなんだ。もしかして新しいやつですか？前回の動画をさ、LG バンパー考案者のルドラガさんが気に入ってくれたみたいでさ。 LG バンパーとルドラガさんに関しては前回の動画 VZ15 をご覧ください。それで今の洗練が進んだ LG バンパーのギミックの試験動画を送ってくれたんだよ。クレームじゃなくて失礼な。いやいやせっかく許可までもらって新戦力とか言うて LG バンパー装備してボロ負けた主任さんにブチギレてるだけではあり得る。おいやめろ。それでも主任さんが勝てるように新戦力の情報を流してくれてるんですね。おう、そうなんだよ。いやありがたいね。で今回はどうしますか？早速作るんですか？方針転換してコンテナマシンでも。いやだってギミックはさ、マシンの制御が目的だから、あれつけたからってマシンが速くなるってわけじゃないんだよ。ああ、確かにそうですね。2回にわたってすぐみマシンに乾杯ですもんね。ふが3つ。何？どうしたの急に。妙案があります。I have an idea。おう、妙案？君に？どんな案よ。聞いて驚けこの野郎。音ですよ主任さん。音。はあ？もう、しょうがないな主任さんは、行きますよ。はい、これ見て。これモーターが弱いと思うんですよ。まあ見ててくださいよ。これが我らがサンドラのモーター音。次が我らの宿敵バンキュッシュ。どうですか？どうってバンキッシュの方がやかましいってか勢いありそうな感じするかな。脱走をするでしょう。それじゃあオーディオウェーブフォームによる音声解析を開始します。視覚的にこうすると、ああ、なるほど。結構差があるね。つまりモーター性能に差があって負けてたっていう展開はどうですか？いや、どうですかって言われても、まあそりゃ分かりやすいオチだし、話も収まりがいいよね。脱走？わかりやすい展開と動画にしやすいネタでしょ。褒めてこの案を褒めて。一理あるね。それで具体的にはどうすんのよ。ほら、これですよこれ。He read the RPM checker.
おお、なるほど、これね。皆様ご存知、モーターオンで、速度を計測するっていうアプリです。今回は、これを使ってサクッと問題解決。F1 くん狙い。コメント欄は賞賛の嵐になることでしょう。わかったって、自信があるんだね。オーケーオーケー、やろうじゃないか。それじゃ、アプリとボタンの説明を、ざっくりしときましょう。これが基本画面ですね。これが測定範囲のマスクボタン。指定範囲外の雑音を、カットする機能。こっちは理論値が出てギアと、タイヤ系を入れると理論値の、速度が出ます。今回は使用しません。その瞬間の RPM を、メモするボタン。回転数のメモ。メモは最大9つ分の、ログを残すことができるが2個目から有料。このボタンでスキンの変更ができます。戻るボタンでもあります。俗に言うオプション画面。使い方は至って簡単。まずアプリをダウンロードして、起動する。スマホのマイク部分に回転しているモーターを、近づける。スマホのマイク装備部分は、それぞれ機種によって差があるので自分で、確認してください。アプリの正式名称を、概要欄に入れとくので自分で、ダウンロードしてくださいね。ダウンロード及びアプリの、使用は自己責任でお願いします。これでモーターの回転数を、測定することができます。説明お疲れ様。理解した。それじゃあ早速測定していきましょう。まず、サンドラに搭載されていたライトダッシュモーターを、測ります。16,957.4rpm。次は、バンキッシュに搭載されていたライトダッシュモーターを、測ります。14,211.9rpm。あれ？ライトダッシュモーターの交渉値は、14,600から17,800rpm。ちなみに転がっていたノラの、ノーマルモーター、FA130、13,727.4rpm。あれ？なんで？新品、主任さん、新品の、ライトダッシュモーターを所望します。ちゃっちゃと横数。ああ、もう好きにやってよ。14,534.9rpm。なんで？は？そうだ、電池だ、電池を持ってこーい。そこまで変化がないような。どうするんですかこんな結果出ちゃって。君が言うなよ。コモンスキル、右往左往が発動します。理論値の計算だと 15% 以上も回転数に差があるじゃんか、これ。しかも、サンドラのモーターの方が速いときたもんだ。長く使ってきたからちゃんと、育成されてるんですね。なあ F1 君、この結果だとむしろサンダルのダメっぷりが強調されてるんだけど。そもそもそんな周波数で、理論値測るアプリに頼ろうとしたのが、間違いなんですよ。なんで君がキレてんだよ。割とみんなが使ってるアプリなんだから言い方考えてくれ。コモンスキル、右往左往が、スペリオルスキル、自業自得に、進化しました。やっぱりこれですよ。公式アイテム、ミニ四駆、スピードチェッカー、中古品、実物、現物最高。やっぱり物理しか勝たん。ああ、そういや持ってたなこれ。これで実測を測らないからダメなんですよ。いいですか、主任さん。やっぱり物理が至高なんですよ。結果と、現実が全て。おう。それじゃあ早速測りますね。はい。クアウテールラットジープ事故エルフィー。いやー、実測値とほぼ同様の差が、出るんだからこのアプリって使えますねー。わはははは。手のひらくるくる。なあ、どうすんだよこれ。15% も速いモーター積んで負けてるって、そっちの方がやべえだろ。状況悪化してますね。マシンのダメさ加減が証明されてるってか、むしろありありと浮き彫りにな。ごめんちゃい、テヘペロ。はあ、結局振り出しに戻ったな。一体どこが悪いんでしょうね。頭ではそうだ、コメントだ。主任さん動画にコメントが来てましたよ。へえ、どんな？ボディ提灯の可動域が広いのだ。着地後にボディ提灯が上がることでフロントが浮き上がった状態でコーナーに突入しているように見えるのだ。つまり可動域を小さくすると浮き上がりは抑えられるんじゃないかと思うのだ。はあ、なるほどね。よく見てる人がいるな。すごいですよね。主任さんももっと走らせてこんな知見を貯めた方が良いですよ。まあ確かに発射した経験値が豊富でないとこういうのはわからんわな。コメントありがとうございました。じゃあ早速これに取り組んでみようかね。そうですね。
他に妙案も浮かばないですから。つまりお手上げ状態。つまり提灯がいたずらしていると。まあ確かにここの隙間はプラプラしてるんだよな。サンダードラゴンなんかを乗せるから。なんかとか言うな。全体的に高く見え。好きで乗せてんだよこれは。かっこいいだろうが。とりあえず落下テストしますね。なお聞いてない模様。スロー。さらにスロー。ああ、なるほどね。着地してる瞬間にもろこの部分が当たってるね。そうですね。提灯ギミックの再設計や改良はすぐにはできないけれど、ここに詰め物でもしてみようか。もしくは座布団でも置いてみよほう、どうやって？そうだな。前に使ったミニ四駆キャッチャーの箸材をこうやって切ってバッテリーホルダーにくっつける。どうよ。お、簡単だ。この形状なら接着剤とかいらないしね。ひねって差し込むだけよ。いいですねこれ。だろ？褒めていいよ。早速落下テスト。なお聞いてない模様。スロー。さらにスロー。で比較する。いい感じだね。これ結構改善されたのでは？そうだね。やっぱりレースシーンを見る人が見ると違うね。そうですね。簡単にモーターが原因とか言わないよね。あう。ドンマイ。よし、少し前進したな。この調子でいこう。なあ F1 くん、他にコメントとかで両案とかなかったかな。まだあんだろ。完全に味を占めたのず。すぐそうやって楽をしたがる。はいよ。主任さんへ攻略のヒントになればいいな程度だけれど、各セクションごとに分けて検証すると良いのだ。どこが勝っていてどこが遅いかを見た方が良いと思うのだ。地味かもしれないけれど平面を比べるのが良いのだ。地道にあれですって。土星論。コメントありがとうございました。まあそうなるよね。てかそれだよね。ミニ四駆って思った通りに簡単には速くなんねえもんな。そうですね。モータースポーツですもんねこれ。はあ、とりあえず JCJC で地道に比較をやってみようか。はい。ってことで比較検証いってみよう。とりあえず1台ずつ撮影して比較しよう。まずサンドラから。いつものように赤がサンドラ。で次がバンキッシュ。青がバンキッシュね。やっぱりバンキッシュの方が有速だね。 JCJC で差が出るなら大きいコースでもっと差が出ますからね。じゃあこの映像を合成してからスローで再生して検証していこうか。こうやって2つの映像を重ねて、それに位置情報を追加すると再生するよ。結構差がありますね。なんか少しずつ遅れていってるよね。もっと遅くしてみるか。4倍スロー。やっぱりコーナーで差がついてませんかこれ？それっぽいね。じゃあ改めてローラーの状況とかを見てみようか。はい。サンドラ。フロントのローラー幅は 104mm。リアのローラー幅は 104mm。バンキュッシュ。フロントのローラー幅は 104mm。リアのローラー幅は 104mm。あれ？あんまり差がないですね。そりゃそうだよ。似たようになるように調整してるんだから。理論値でモーターパワーが 15% 以上勝ってるんだから、遅くなるポイントはカーブで正解だと思うんだけどな。どうした？ここ、アップアップ。フロントタイヤに擦過痕がありますね。擦った後ってことね。おお、あるね。これどうやらフロントだけっぽいね。スライドバンパーが干渉しちゃってるかなこれ。なんかスライドバンパー部分が遊びが大きいですね。そうな。開けてみてこれを解消してみようか。スライド量はこのスプリングの中に入ってるスペーサーで制御してるんだ。これを変更しておこう。結構動きますね。これ 3mm が2個入ってるね。前は1個じゃなかったでしたっけ？
よく動くようにって変更したんだっけかな。結局原因は主任さんですか？とりあえずパーツをばらして再組み立てをしよう。中のスペーサーを 6.7 ミリに変更する。真ん中に線が入っている方が 6.0 ミリ、線が入ってないのが 6.7 ミリな。そんじゃあ修正したし、コツコツテストしていきますか。はい。最初から合成処理したスローで流すよ。はい、OK です。なんかついていけてますね。そうだな。改善してるっぽいね。惜しい感じですね。これで8フレーム差か。はあ、8フレーム差とは？あ、このタイム表示のことだね。フレームとは？よし、ちょうどいいや。ざっくり説明しておこう。まあ僕の動画ってのは1秒30フレームで作られてるのね。はいはい。撮影しているカメラは1秒 29.97 フレームで撮影しているわけさ。うわ、数字が細かい。一般的な仕様です。まあ動画の細かい仕組みの話はこの際ドンと横に置いておいて、つまり動画の1秒は30枚の画像でできている。ふむふむ。でだ、このタイム表示の下の桁はフレーム表示なんだよ。面倒ですね。まあそうなんだけど、これは動画としての仕様だからね。とにかく1秒は30フレーム、ここが秒の単位で、ここがフレームの単位なわけだ。 OK？ はいはい、わかりました。表示変えればできないんですか？このフレームレートはね、いじってしまうと後々僕が困るんだよ。 OK 主任さん、それで動画になるならそういうことにしておきましょう。で、つまり8フレームの差って何秒差なんですか？1フレームは 0.033 秒だから、8フレームだと約 0.2 秒だね。なるほど。つまりだいぶ改善されたってことですね。そうだね。それでさ、もっと他にないかな、改善点。また欲張る。そんなに簡単に。あ、これ、マスダンパーの横のこの部分が汚れてる。これって擦れてるってことでしょ？さっきのサンドラもウェーブセクションでもたついてる感じしましたよ。おお、なるほどな。ほらカメラで撮影して、ほら当たってる。ここをアップして、コース壁面に反射したマスダンが映ってんでしょ？ああ、そうな。これが当たらないように縮めるか、設置場所を変更したらどうですか？なるほど、やってみよう。はい、OK。どれ見てみようか。あ、良いっぽいですね。コース壁面に反射してない。いいっぽいね。ここまで来たらちょっと欲が出るよね。勝ちたいとかさ。他にもっといい案ないかな。そんなに血管もりもりのマシンでも困るでしょ？そうなんだけどさ、あと一息って感じじゃん。なあ、ちょろっと思いつけよ。うざい。もうそれじゃあ、ギミックでダメにしたボロタイヤでも履き替えればどうですか？ああ、なるほどね。いいかも。よし、じゃあ早速履き替えてみるか。はい、これあんまり使ってなかった中継タイヤだ。そこは新品を使うべきでは？主任さんらしいな。それじゃあまた比較してみよう。じゃあテスト開始。以下省略4倍スロー実行。おお、近いですよ。いいね。すげえ頑張ってるな。結局主任さんが作った提灯ギミックが足を引っ張ってたんですね。言い方。ガバガバ作成の付け。お、リードしてる。あ、ほんとだ。初めてなんじゃないですかこれ。お、いけ、頑張れ。よーし、やったぜ。4フレーム差で勝利ですね。つまり 0.132 秒だから約 0.1 秒。よかったですね。やっと勝てましたね。はあ、よかったよ。これでやっと本題に入れる。なんて今なんて言いました主任さん。これからギミックを作るんだよ。今回はそれがメインでしょ。それにしたって寄り道しすぎでは？月に1本出してねえ動画を見に来てくれる人たちがいるんだよ。こうやって有能なコメントもくれるしな。ここで出し惜しみとかそりゃあねえだろ。まあ確かに尺の問題はあるけどな。その息やよし。それじゃあギミック作ろうぜ。さてギミック作っていこうか。今回はルドラガさんから提供してもらった資料映像と写真から現物を作ろう。いつもの構造解析ですね。資料動画、リアバンパーのいなし加減えぐくないですか？ぬるっといなしてますね。
すごいよね。僕が気に入っているのはこのバンパー部分がウィングのようになっているところだね。これは開発中ってか試作の段階らしいから、これが正式版じゃないんだろうけどさ。ってことはだよ、ある程度好きに解釈して作ってもいいんだろうこれ。再設計とか今回はなしで変なことしないでくださいよ。巻いていこう。わかったって。構造解析して基本を作ってから応用はその後だよね。そこは真面目にやるさ。今回は基本に忠実にいこ次回はやらかす宣言。もう不安だな。う。でギミックの一番の特徴はここ。スプリング？そう端的に言うとこれはバネを使った L 字バンパーなんだよ。お、ゴムリングが特徴のルドラがバンパーにスプリングを追加したってことですか？その通り。機構の鍵がゴムリングとスプリングのハイブリッドになるわけだ。へえ、字面はかっこいいですね。だろう。ハイブリッドとか思わずときめいちゃう単語だよね。合体とか変形の1ランク下レベル。資料の提供などのご協力本当にありがとうございました。今回も頑張って動画作りますよ。 LG バンパー考案者のルドラガさんの X アカウントを概要欄に置いておきます。これをもってご本人の紹介に変えさせていただきます。もしくは前回の動画 VZ10 を見てください。さていつもの使用するパーツの紹介をしようか。じゃあ頼むよ。はい。はいよ。フロントワイドステー。ルドラガバンパーではおなじみのバンパー部分、今回も2枚使う。マルチワイドリアステー。ギミックではおなじみの国士枠、今回は2枚使う。マルチ補強プレート。なんだかんだで使うことが多い FRP。スプリングの抑えの重要パーツ。他で使った端材があるならサイズと相談して使用もか。スプリング。今回の肝パーツ、1個。色は黒。17、19ミリゴムリング。ルドラガバンパーといえばこれ、2個使う。MS ブレーキセットの一部。リアスキットローラーのパーツでも、か。お値段が違うことだけは注意。ピストナットとスペーサー。今回もいっぱい使う。こんな感じだね。今回バンパーを支えるところは、湯飲みじゃないんですね。そうなんだよ。前回の LG バンパーだとバンパー部分を FRP2 枚を接着して使っていたけど、今回は1枚だからね。湯飲みとかだと下に潜ってっちゃうからじゃね。ああ、なるほど。それじゃ構造解析をしていこいつものやつ、ハージもあるよ。う。まずパーツカットを最初にやろう。マルチワイドリアステーを2枚分カット。こことこことここはサービス加工をしておく。次は補強プレートのカット。片方はバネの押さえ、もう一つは土台になる。バネ押さえは中央の穴を4ミリに拡張する。土台になる方はリアブレーキステーをガイドに2ミリの穴を追加。さらに3箇所をサラビス加工。バンパーの片方に穴を開けるよ。リアブレーキステーをガイドに中央に2ミリの穴を開ける。片方だけで OK だ。穴を開けた方にサラビス加工を追加。バンパー部分を組み立てていこう。支柱を立てる。3ミリスペーサー。次に 6.7 ミリスペーサーを配置。バネを置く。希望の補強プレートを置いてワッシャー、ナット。両サイドにローラーをダブルで配置する。上からフロントワイドステーをかぶせてナットで固定。はい、これがバンパー部。ごっつい。ここが今回のギミックのポイント。ああ、こうなるんだ。土台を作っていこう。カットして穴を開けた補強プレートに支柱を立てる。支柱は前後とも20ミリのサラビスを使う。3ミリスペーサーを3つ。1.5 ミリスペーサー、ワッシャー。1.5 ミリスペーサー、ワッシャー、ナット。サラビス加工してあるマルチワイドリアステーを持ってくる。VZ シャーシはボディを止めるところをカットしてあるよ。次に後ろの支柱を立てる。3ミリスペーサーを3つ。ワッシャー。1.5 ミリスペーサー、ワッシャー、ナット。見えにくいから VZ シャーシャー系ですね。ワイドリアステーを置いて MS ブレーキのパーツを配置。サラビスで固定する。さっき作ったバンパー部を持ってくる。1個目のゴブリングを通すよ。この構造で無茶がすぎる。
次に2個目のゴムリングはツイストして配置する。一番の難所だね。でしょうね。はい、構造解析完了。ギミック難易度高いわこれ。でも、作るんでしょ？そりゃそうさ。泣かない、めげない、諦めない。まず FRP の加工からいこう。怪我しないようにコツコツやっていこう。 FRP はガラス繊維でできています。吸い込まないように注意してください。はい、パーツの加工終わり。バンパー部から組み立てていくよ。バネ押さえの穴は 4mm 系だから注意してね。バンパー部を作っていこう。ローラーの2段配置だ。かっこいいわ。作動チェック。いいね。前のシューを立てる。で後ろのシューも立てる。MS ブレーキをサラビスで固定する。さあ最難関最終組み立てだ。手がするのが先か、ゴムが切れるのが先かって感じですか？作る人間が切れそうですね。ああ、できた。どうよ。あ、難解なしギミックの初動が柔らかい。それ僕も思った。さすがハイブリッド。スライドとかも問題ないね。よし、できた。リアの存在感が増しましたね。うん、なんかでかいね。とりあえずできたし、これで早速テスト走行といこうか。ヤフー、良いですね。早速行きましょう。今度こそ。ということでやってきました、いつもの小島コース。お世話になっています。大きいコース嬉しいです。コースレイアウトは微妙に違うんだよな。あ、今回は気合を入れてフロントにアルミローラーを装備しました。お高いやつ、あ、来たな。僕は何事にも全力で挑む主義なの。物は異様だな。さすがに今回は負けられねえだろ。今回こそは勝つ。もう仕方ないな。あ、その他は前回と一緒です。今回は一発勝負だ。んじゃあカメラ頼むよ。了解。行ってみよう。よし、コーナーで減速してない。飛び方が綺麗。安定してるわ。うわ、ストレートがよく伸びるな。コーナーの音がいい感じですね。やっぱいい装備って大事だな。そうですね。よし、勝った。やったどう喜んでますね。こっちはちゃんと別カットの撮影しとこう。ウィー。それでギミックはどうかな、F1 君。はいはい。どうですか？うん、それっぽい挙動してるね。めっちゃジャンプが改善しとるやんけ。まあ結果が伴えばいいか。もう検証はしっかりしましょうよ。他に資料ももらったし、ちょっといろいろ試してみたいよね。ネタがあるうちはコツ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 作りましょうね。そうせかすなよ。別にサボってるわけじゃないんだよ。目指せ月1アップ。さて前回同様長丁場になったけど、やたら満足感はあるよね。いやー、やっと勝ちましたからね。やっとが長くない？でも勝ったな。やっぱ勝つと嬉しいわ。そうですね。結構大変でしたからね。まあ結果が出れば何よりさ。ということで今回はここまで。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんのコメントもお待ちしてますよ。それではまた次回。ミニ四駆作って走らせようぜ。超図解 V ゼ。今回のおまけコーナー、ハージーマール用ということで今回もダウンロードコンテンツの紹介です。今回はこれ、バネシキルドラがバンパー。あれ？どしたん？
最近主任さんの動画の、合成とエフェクトが重たくて、描画やレンダリングにものすごい CPU パワーと、メモリ容量が食われるんですよ。ああ、走行シーンをトラッキングしてさらに、多重エフェクトを、かけるとかも早狂気のそれだよね。何時間かけてるのやら、他のカットもめっちゃ処理が、重たそうだもんね。超大変そう。まあ、お役目ですから。それでいけそう？ここのパートは処理がとても、軽いので。ならサクッといこう。はい。バネ式ルドラがバンパー試作型。今回のはテストタイプ、なんですよね。もう現物がないっぽい。ルドラガさんもさらに開発中ってことだから、バネ式 LG バンパー、って、主任さんが勝手に呼んでるだけだし、あくまでもこれ試作段階なんだよね。まだまだ進化中なんですね。でもこの設計図でちゃんと、同じものが作れると思います。走行はめっちゃ安定してましたけどね。ほとんどブレないでジャンプしてたよ。まあ、ギミックの参考にということでよろしく、お願いします。これから主任さんがめっちゃ手を、入れると思います。それはそれで面白そうではありますね。そうなると良いよね。楽しんで真剣にミニ四駆を、やってるレーサーたちがいるから、もっと盛り上がると良いよね。ミニ四駆ってさ、確かに多くの人が参加してこそ豊かなコンテンツになりますからね。見たいものを作る企画でも、これからも微力ながらミニ四駆の、楽しさを発信していくので、応援よろしくお願いします。高評価チャンネル登録も、お願いします。それじゃあまた次回。見たいものを作る企画。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をお願いします。